皆様ごきげんよう、今日なんですけど、先日ブレイキングダウン6のオーディションがありまして、でその動画は多分来週とか再来週ぐらいから出てくると思うんですけど、そこに来ていた彼なんですが、はい、マスク取ってもらっていいですか。はい。はい、なんでこんなことしたん。これガチで入ってます。ガチの、はい、タトゥー入れ墨で、はい、朝倉未来、朝倉海って入ってるんですよ。はい、入ってます。すごっ。顔面日記なんですよ。顔面日記。顔面日記が現れて、これはさすがにコラボしないとなっていう、どういういきさつ経緯でこういうことになってしまったのか。気になるね。一生消えないじゃん普通。そうね。なんでこんなことをしてしまったのか。いや、そうなんです。よく言われるんですけど、なんかもう自分でなんかその今までいろいろやってきたんですけど、その結構周りの環境悪かったりとか、あの時こうしてればよかったなとかって、なんか結構その後悔が残った人生で27年間。今年僕27なんですけど。そっからですね、まずは。いろいろ聞きたいことありますよ。そうですね。で、後悔が残る人生だって、で、なんで入れたんですか。もう後悔残りそうなことやってますよね。いや、人がやらないこととりあえずやってみようと思って、美咲さんの動画見て、人と一緒のことしても一緒にしかならねえっていうなんか切り抜きあったんで。青白寺。そうです。で、それでちょっと元気もらって、なら人がやらないことやってやろうと思って。なるほど、なるほど。はい。なるほど。だってこれガーラのね、やつだもんね。ガーラのやつと TikTok とか入れちゃってるもんね。で、これはなんて書いてあるのこれ。こっちですか。こっちはイエスアイキャンです。イエスアイキャン。はい。で、こっちがブレイキングドリームって書いてます。ドリーム。だんだん安っぽくなってきたんですよ。いやなんか朝倉未来、朝倉海だけだったらガチ信者だなと思ったんだけど、ちょっとなんか TikTok とか入っちゃってるあたりだいぶ安っぽくなってきてるなっていう。ちょっと人生になんかその顔に物語ったっていうか、そういう感じなんですけど。なんか言ってましたよね、オーディションの時に。なんか涙を表してるみたいな。はい。なんで俺が涙なんですか。いや、僕がその涙しかなかった人生で、でその涙しかなかった人生をその大きな夢に変えたいっていうことで。なんかかっこよさそうで深そうであんま深くなさそうでもね、この覚悟が伝わって今日対談までこぎつけてますんで、そういった意味では一つの行動だったのかもしれませんけど、これでも消すでしょ絶対。いや、消さないですね。いや、死ぬまでには絶対消すよ。俺断言できるもん。多分消さないと思います。多分じゃない。多分ってなってるよ。さっき絶対だったのに多分消さないと思います。そもそもその消すお金すらもうないんで、もう生活すべても精一杯なんで。もう本当多分下手したら来週に携帯止まるんじゃないかぐらいの今勢いなんで。あ、そうなんだ。もう本当にやばい状況なんで。タトゥー入れてる金をそっちに使えないの。やっぱでもそれが優先だなと思って。そうなんだ。顔の下っていうか体は結構入ってるんですか。入ってないです。顔だけ。はい。でもなんか俺逆に好感度上がりましたよ。なんか田舎のヤンキーってなんていうの、見せたいくせになんか隠すみたいな。T シャツなんかね。サポーターみたいな。そう絶対見えるとこにしか入れてないっていう。はい、見えるとこ逆にもう好感度上がりましたよね。ありがとうございます。首から下は普通の人なんですね。はい、もう全く入ってないです。だから普通のなんか、そうなんだ。じゃあ今後体とかには入れていく予定はなくて。全く考えてないですね。顔はなんかまだあるんですか。顔は一応そのブレイキングダウンその本戦とか出れた後に一応美咲さんにすごい力もらったんで、眉毛の上に美咲さんの名前入れようかなと思って考えてるんですけどどんどん増えてる人が黒板みたいになってきますよそれ。はい、もうなんか本当に美咲さんのその動画がなかったらここまでやってやろうっていうその気持ちになれなかったんで。どうなんですか。普通に歩いてて結構視線痛いでしょ。結構やっぱ避けられちゃいますね。だよね。はい。今までの人生はどういう感じだったんですか。なんか本名を教えたくないみたいなんで、顔面に来て呼ばさせてもらいますけど、なんかこうヤンキーだったのか、勉強頑張ってた真面目な人だったのか、どっちのタイプなんですか。どっちかって言ったらヤンキーの方ですね。学校はもうほぼ行ってない状態で。地元どこですか。僕富山県です。富山。はい。魚の。そうです。魚が美味しいところですね。国慶の場所ですよね。はい。ホタルイカとかあるところなんですけど。結構田舎だ。めちゃくちゃ田舎です。じゃあやっぱ治安が悪くてヤンキー多くてっていう。そうですね。なんかその集団で見れるのが結構多かったですね。単体とかじゃなくて。高校は行ったの。高校は2回退学になってます。はい。じゃあ2回退学になって、最終学歴は中卒と。そうですね。
でそこからは仕事とかそこからはその仕事、家がその実家がペンキ屋さんなんで、うん外壁の塗装の、ででそこを手伝って20歳ぐらいまででちょっと辞めて、そこから夜関係の仕事に走っちゃって、で夜関係のとかっていうことですか？風俗なんですけど、風俗を経営したの？やってるところで2年間ぐらい勤めて、そこから独立したっていう感じで、23ぐらいの時に牛島君に出てきそうな人ですね。確かに。よく言われます。独立したの？はい、独立してじゃあ経営したってこ独立して経営しました。と？あ、風俗を。はい、あ、じゃあ女性とかを、雇って雇って経営しました。はいはいはい。経営はしたらいいんですけど、その一緒にその当時やってたその地元の先輩みたいなのがいて、この人昔から見たら変わったなと思っても一緒にやったんですよね。力貸してほしいみたいな感じで言われて、でそしたらその店のキャストにあることないこと言われて、僕の悪口っていうか、でなんかもう僕の居場所がなくなっちゃって、なんかもう除外されちゃったっていうか。自分が作った会社なのに？そうです。あ、乗っ取られたみたいな。乗っ取られたみたいな。なんか嫌われちゃって、であの人こんなこと言っとったよ、こんなこと言っとるよとか、LINE の文章とか全部見せてもらって、こんなん来たんだけどとか、で除外されちゃって、その最初そのもらえるはずだったその売り上げの、例えば、僕がほぼ仕切ってやってたんで、7割の3割とかでいいよって話でやったはずなのに、なんか先輩となんかもう一人の先輩が入ってなんか3等分みたいな話になって、やっぱその人たちも未経験なんで、キャストおれば風俗ってこんな儲かるんだってことを多分味しめちゃったんですよね、そこで。で多分それで僕のことをこう踏み台にして、僕の友達とかにあいつクビにするわとかなんか言ってたとか、そういう情報も全部入ってきてて、で居場所がなくなって、でそこからちょっとその半グレチックな道に走ってしまって、23から4ぐらいの間、本当去年一昨年ぐらいまでずっと半グレチックな道に走ってて、半グレチックっていうのはなんか集団とかじゃないんですけど、なんかその半グレみたいな感じですかね。みたいなっていうのはなんか、いや例えば何ですか？例えばその恐喝とかやってたんですか？やってましたね。詐欺とかもやってて。よくないよそういうの。どんな感じなの？どういうマインドでやるのそういうのって？金が欲しくて？そうですね。やっぱその風俗やってたんってやっぱその普通のつつもたせはやったことありますね。女の子、サラリーマンのおじさんとかが実際ホテル入った時に、入ってってみたいな、漫画でよく見るやつ。それに近い感じですかね。でもなんか弱そうじゃない？大丈夫だったのそれは？大丈夫です。申し訳ないけど、なんか弱そうじゃん、見た目が。僕の見た目だったんですか？そうおじさんがその気になった時にやられ反撃する。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。みくるさんほどじゃないですけど、やっぱめちゃくちゃ弱いんで、本当に。はい。どういうこと？みくるさんほど強くはないんで。びっくりした。すげえディスってきたな。で、ハングレチックというか、もうハングレです。完全に。完全な悪いような道に住んでて、20歳超えてから一応逮捕歴6回とかもあって。じゃあ刑務所とか入ってるんだ。留置場なんですけど、全部。逮捕歴は6回一応ついてて、去年の11月からその今年の6月にかけての出来事でもうとどめの一撃やなってのがあって、一番仲良くて8年9年常にこう連絡取ってた友達が僕のその付き合ってたかどうか分からない女いるんですけど、その女の子を利用して周りの先輩とか後輩がみんなグルで僕のことをはめてたっていう。どういうこと？はめてた？逆に言ったら、あいつから金取ってやろうぜみたいな感じで、あいつうまいこと使おうぜみたいな感じで、うまいこと使われてたっていうか。金ないんでしょ？だってその当時は一応あったんですよ。何してその収益を得てた？一応その親からもらったお金とか、親からもらったお金？なんか生命保険の解約金とかもいろいろあって、そういうのも全部なくなっちゃって、その自分でもともと多少持ってたお金とかも全部なくなっちゃって。どうやって取られたの？女の子を使ってっていうのは？その友達がそのバーとか経営してたんで、後から蓋開けた話で聞いた話だと、その会計がぼったくりだったとか、本当は12、3万で済む会計が74万で請求されとったりとか、後から聞いたら。気づくでしょ？いやでも一応僕なんかそのシャンパンあったんですけど、なんかそのシャンパンの僕料金とか分からなくて、で払っちゃったんだ。で一応その僕だからっていうのでその74万から54万まで下がったんですけど、で僕50万払って、とかいろいろそういうことがあって、その女の子に渡したはずのなんかその渡したはずのなんかそのテレビ、その2人で一緒に住めって渡したそのテレビとかもその当時仲良かった先輩が持ってってるとか、なんかそういういろんな話が入ってきて、女も女で登場人物全員クズみたいな感じに聞こえますけどね、俺からしたら今やっぱ悔しかったんで、やっぱその自分がこうまっすぐな気持ちでいるのに
後輩とか先輩とかその当時一番仲良かった友達もなんかそのみんな見て見ぬふりするっていうか、でやっぱそのまあ風俗のことに関してもその今回のことに関してもその悔しかったっていう意味で、まあ、そのこの涙入っててなんかそういう人生だなっていういやなんかすげえなんかさすごい勲章の傷みたいに言うけどそんなことじゃないじゃん別になんかこの涙とか言ってぶっちゃけミクルからしてどうなの？その自分の名前がそういう風にして入れられてる。どういう経緯で入れられたのかまだ聞いてないわけじゃん、だけど登場人物全員クズだなっていうのがもう俺の印象顔面人気も含めてだよ、でもやっぱそんだけさ騙されるってことは原因あると思うんだよね自分に、はいある程度ねまあやっぱ僕鈍感なんでいやそういう問題じゃないと思うんだよ鈍感っていうか多分まあ僕だから許してくれるだろうとかバレなければ多分バカやから気遣いやろうみたいな、だから多分そういうとこなんかなっていう、でそんな、苦しい時を経てどういう経緯で俺の名前を入れることになったんですか？で一応今年の僕その7月に、まあ、そのちょっと留置で捕まっちゃって、3ヶ月前ぐらいにそれ何ですかまたそれ脅迫で捕まっちゃって脅迫はいだから結構クズなんだよね最近までここ最近までなんならなんか今もやってそう。そういや全くやってないですもう地元のなんでそんなことをやるんですか？まあその脅迫になっちゃったのがまあその今言ったそのまあ友達とかがまあその僕のことをまあ騙してたとかまあそういう情報が入ってその女の友達を通した第三者を通して脅迫みたいになっちゃってそれで脅迫で捕まっちゃって、あいつら何やったみたいな、っていうのでまあ脅迫になっちゃってその留置所の中でその入って考えた時にこれはもう5月から入って6月ぐらいからここは入ってて、この音符と愛と TikTok は、こっから下はその8月の15日ぐらいまで入ってなくて、でその留置所の中でその考えた時にこの先じゃあどうやったら自分の人生がより豊かになるかなっていう、だからじゃあ誰もとりあえずしないようなことをするしかねえんじゃないかなっていう、人生一度っきりやしやっぱその悔しかった思いとかやっぱそういうのをやっぱその今後全国の皆さんにこう発信していける人になりたいなっていうそういうふうに困ってる人がいたらとかでやっぱその思いがこうみぐるさんとかこう会さんに届いてほしいっていう意味で、顔に人生を物かけてこらせてもらいました。なるほどねでもアホっすねって感じっすね俺の印象はありがとうありがとうございますもうアホなんだいやいやアホっすよマジで改心した方がいいねこれはね一旦一旦改心しないと思うもうないかじゃあこうなったらやられたからやり返したみたいな言い分でしょ今回の脅迫みたいなのに関してはそうですねじゃあその自分からその相手に理由もないのに、はい自分の私利私欲のために、はいその犯罪をしたの最後いつの今年の結構1月とかじゃないですかだクソ野郎じゃんやっぱやってるやん今やってるやんいやもう全くやってないですほんまになんでその1月何したのそれは1月はまあ金貸しですかね金貸し、はいなるほどね。牛島君みたいなみたいな感じですなんで金あるのあなたは今年の1月まだ持っててその保険の解約金とか保険の解約金っていうのは何そその生命保険れ自体が犯罪じゃないいや全然そういうのじゃなくてはい金貸しっていうのはまああれか俺たちが電話した時のようなやつか、1万2万とかそういうレベルか、まあ、例えば10万を10日後にじゃあ20万で返してねとか、犯罪ですねで何それ返してくれるのみんなまあ一応返してもらいましたね、で返してこないやつもいるでしょ返してこないやつもちょいちょいいました、そしたらどうすんのオムライス食べるまずとりあえずまあそうですねオムライス食べて、例えばそいつの家が例えばアパートとか一軒家だったからしたら入り口の前で張り込んで、まあ、UFO の焼きそばのを食べますね僕なんかこんだけ弱い人でも成り立つんですね弱そうな人でも確かにね喋るのがうまいじゃないですかちょっと。まあそうね、まとめるみたいななんか話術で詐欺師みたいな感じかいやもうそういう道はもう本当全然ないんでもういやいやいやでもあれかもしれない普通のさ一般の人からしたらめちゃめちゃ怖いかもしれないよやっぱ顔つきもそうだけど俺らはさ感じないだけでいやタトゥー入ってなかったら怖くないでしょ別にいや顔つき結構そういうヤンキー系まあこわもてですよだねこわもてから普通の人からしたら確かにこんなんが来たらこんなびっくりしちゃうよ多分確かに確かにそうそういうことかそ金貸しが最後の犯罪とぐらいですね4月金貸しも悪いことではあるけどなんかその極悪ではないよな別にうまあまあまあその悪いんだけどもちろん、はい法律上悪いんだけど恐喝とかではないじゃんうんはい
そういうのは最後いつなの？恐喝で言ったらもうほんと何年前、4年前とかですかね。あなたの話聞いてると、はい全部が金にまつわる話よねその全てが、だかはい。ら仕事はなんでしないの？今ですか？うん今は一応もうするとこなんですけど。家がペンキ屋家がペン経営してるんでしょ？はい。すごいなんかペンキついてるもんねこれ。あ、これおしゃれなズボンです。これ元々の元々のあれだはい、ペンキが元々のデザインはい元々のデザインです。はい。すげえ仕事頑張ってんのかと思っていや、全然私服のズボンです。そうなんだ。電気屋さんね、それはそれで立派ですからね。兄弟は何人かいるの？弟が一人います。で両親いて、で、お母ちゃんがもう亡くなってて、うん父ちゃんだけですね。父ちゃんがペンキ屋をやってて、はい。だから父ちゃんがもうその自分でもやる分しか取ってきてなくて、なんかもう一人でゆっくり自分のペースでできる分っていうか。はい。でもさ、この顔じゃもう仕事取れないでしょ？だからもう自分でやっていこうかなと思ってます。だから自分でできないでしょ？だって元請けの人にさ、はい。ペンキ愛すごいって思われるかもしれんけど逆に。ペンキとかじゃなくてもうなんかもう自分でなんかまあそういう、まあ、YouTube とかそういうのやっていけたらなと思ってます。そっち側でね、もうペンキとかではなく、はい。はいはいはい。そっか。まあぶっ飛んでるやつだろうとは思ったけどさ、想像以上のクズでしたね。うん。今までクズでしいや今までってなんか別に構成したみたいに言ってるけどそんな早くならないから人は。た。はい。まあでもこういうふうに世間にこう顔が出たってことは、はより気を引き締めないといけないし、はい。あれだよね、覚悟いるよね、うん人前に出るのってね。じゃあこっからの夢は？まあ、そのこっからの夢は、まあやっぱその僕みたいなその辛い思いしてる人とか、まあなんかまあ例えば、被害的に考えてるのが良くないと思うよ、まず。その、まあ例えばの脳内の構造が、まず自分被害者みたいなはい考え方になってるから、はいそういう風な考え方をしない方がいいと思うよ。そうするとまた多分同じような犯罪をしてしまう可能性があるから、はいそのタイミングとかなんかものがあった時、なんかかわいそうな系ではなくて自分にも原因あると思った方がいいね。はい更生施設みたいなの作っていきたいかなっていうまあその僕もその逮捕歴6回とかあるんで、まあそのいずれはいずれはね。いずれはね、なんかまあそういうふうには考えてますね。上辺で話してる感はすごいよね、俺めちゃめちゃ感じるから、いやいや全なんか然覚悟が足りてなさそうな気はするから、結構人気出なそうな気がするな、この動画見た人からしたら。ちょっと炎上しそうですね。炎上とかね、批判的なコメントが結構来そうだね。顔面握りに対してのはい批判的なコメントで溢れると思う、溢れ返ると思うよ。それはそれでいいんですよね。ああ全然大丈夫です。そういう路線でいくという。はいそういう路線で炎上系でいくんだ。はい炎上系で迷惑かけないように生きていかないと逆に。はいだからこれでもかっていうぐらいね、いい人にならないとダメよね、こっからは。そうだね。本当に。そのさっき言ったさ、施設みたいなのをなんか実現するレベルに本当になっていかないとダメだよね。ここから出てって。相当心強く生きないと無理よ。はいブレイキングダウンも正直今回もネタバレになってしまうけど多分落ちるわけやん、本戦は。落ちちゃいそうですか？いやそれはそうよ、だってあの戦いぶりじゃん。まあ、オーディションは出るけど映像として、どう切り開いていくのか。はいもうこれからは YouTube チャンネルあるの？あります。今何万人いるの？いやまだほんと1ヶ月半前ぐらいに始めて370人とかですね。 370人、はいあ、そうなんだ。じゃあ1年間さ、いいことだけずっとし続けないよ、動画の中で。ボランティアとかゴミ拾いとか、はいそっからよ話は。1年それが続いてからよね、まずは人助けだけのために生きるチャンネルにして、はいあでもやり方はね、自分がやらないと思うけどね。そうじゃなかったら応援したくなる人はいないと思うし、何言っても薄っぺらいから今。はい1年間それが続いたら、まあ、俺認めようかなっていうのはまずある、はいで多分1年間それが続けれたら、はい気づくこととか自分の中で成長につながると思う、いろいろ。はい絶対やらんやん。絶対やらんけど今の子は絶対やらんやん。メントスコーラとかやるんじゃないの？メントスコーラはそのなんか、そういうおちゃらけた企画、もうこの感じですごいいいことをしてるっていうのはギャップなんだから、ずっと、はいそれをずっと続けれたらじわじわ伸びていくと思うよ俺は。はい1ヶ月後にはやめてると思うけど頼むよ、1ヶ月後になんかニュースでなんかいや大丈夫です警棒に来たやつもなんかニュース出てこんなんやってたからさあいつら見せ物じゃねえよとか言うんだけどさ見せ物なんよ完全に。そういうのだけはやめてよ。はい大丈夫です。だからブレイキングダウンとか、はいまあアウトサイダーとかもそうだけど、めちゃめちゃ有名になってからそういう犯罪すると、すごい
よくも悪くも注目されてしまうから、はいまあ、絶対そのブレイキングダウンとかアウトサイダーがあることによって構成した人の方が絶対的に数多いと思うんだけど、はいでもそんな中で有名だからこそ一人のなんかね、ことがすごい拡散されてしまって、あたかもみんな格闘家が悪いみたいなそんな印象になってしまうんで、はいまあ、そういうのもね含めて、まあ、とりあえず今はもう本当にクズなんで、はいもうそこを受け入れた方がいい。やりますなんか自分がかわいそうとかじゃなくて、はい自分のせいでこうはいなってるっていう、でまあ、とりあえずいいことをしていこうじゃんはいとしか言いようがなかったんだから今日の対談してみて、全然俺知らんかったから、ただ人の、まあそうだね俺の名前をなんか入れてるっていうのはどういういきさつなんだろうっていうことで今日呼んだんですけど、まあまあそういうことでしたね。まあ、じゃあ一応 YouTube はあるんでしょ、はいということでね、概要欄に貼っておくんで、まあ、彼が1年間人のために生きている姿を皆さん期待して見てみてください。なんか言いたいことある他に？皆さん応援の方よろしくお願いしますめちゃめちゃ安いんだよな、まあじゃあ、まあ、とりあえず結果が出ますんでね、見てみましょう。そんな感じで終わりたいと思います。はいありがとうございます。